政治のことは全然わかりませんが、久しぶりに選挙に投票してみました。今後日本はどういうふうに変わっていくと思われますか？これニコニコのでも言ったんですけど、僕は結果としては、音喜多さんが落ちた以外は結構理想的な結果だなと思っていて。僕がなった方がいいなと思ったのが、維新の社会保険料を下げた方がいいよねっていうのが通った方がいいよねとは思ってたんですけど、でもあれは難しいだろうと。チーム未来の人たちっていうのが一人でも入ると、そこでじゃあ永田町でいろんなシステムを作って、結果としてそれがいいシステムだよねとか、議員の使っている政治資金の透明化とかにつながるんだったらそれはいいよねっていうのがあったので、で、それも議席取るなんでよかったよねっていうのがあって、僕は自民党は弱体化すべきだと思っている派閥なんですよ。これは弱体化であって自民党が消滅すべきではないんですよ。結局自民党って日本中に支部があって、やっぱりいろいろな地域とか地方の人たちの考え方というのを吸い上げている組織なので、それなりにやっぱりポジションを持ってるべきなんですよ。自民党とか共産党って日本中に支部があるので、で、多くの人って、今ネット見てる人もほとんど東京とか関東在住だと思うんですけど、で、僕もやっぱり東京都北区赤羽っていう大都会で生まれちゃったので、都会の人の考え方しかわからないんですよ。でも日本全体で言ったら、地方に住んでる人の人数のが多いんですよね。なので、地方の人たちの声をちゃんと吸い上げる構造を持っている政党が一定のポジションを持つべきだと思うんですよ。都会の人たちだけでやってますっていう政党が日本をコントロールするのはやっぱりまずいと思うんですよね。僕、社民党も残るべきって結構前から言ってるんですけど、社民党議席ゼロになるかもしれないみたいなのがあったんですけど、ラサール石井さんが通ることで社民党残りましたと。僕のこうなった方がいいよねという主張と、社民党の主張が相入れないことはよくあるんですけど、でも国会の中では社民党のような考えの人たちがやっぱり一人はいるべきだと思うんですよ。日本国内というのはいろんな考えの人がいて、そういう人たちが議席を取るというのが必要だと思うので、なので社民党が一議席取ったら僕にとって良かったんですよ。社民党が一議席取りました、チームや一議席も取りましたとか、NHK 党が統一教会を応援しますとか言ってて落ちて、これで統一教会問題割とさっぱりするから良かったなっていうのがあって、僕、参政党が10議席を超えたことは良かったと思ってるんですよ。これ説明をしないと誤解をされるので説明するんですけど、10議席以上を取ったから良かったで、9議席が多分やばいになるんですよ。参政党って基本的には実現不能なテーマを掲げて、あんまり物事を考えられない人の支援を受けるっていう構造をやってるんですけど、今まではできないことを言っててもよかったんですよ。令和もそうなんですけど、不可能なことを主張しても、それができたらいいよねっていうファンに投票してもらうと。じゃあこれできるのかもって誤解した一般の人たちの投票を受けるというので伸びてきたんですけど、10議席を取ると法案を提出することが可能になるんですよ。なので、これができたらいいよね。例えばじゃあ、スパイ防止法が日本に必要だって言ったとして、じゃあ出せよ。っていう話になるんですよ。今までの参政党だと10議席ないから、スパイ防止法を出すべきだって言って、でも法律を作る能力がないからよくわかんないからずっと言い続けるみたいな、外国人よりも日本人を優先すべきだとかって言うんだけど、じゃあ日本人優先する法律出せば。っていうので、法律を作るという作業をしないお前がサボってるよねという状態になるんですよ。今まで適当に文句だけ言ってて、何かを実現しなくても、それで支援する人がいるから、じゃあ政党助成金ずっともらえますっていうので、でもこういう主張をする人っていいよねって言ってたの、票は増えるだったんですけど、10議席を超えると、じゃあ法案出せばいいじゃん。出さないってサボってるんだよねっていうので、こいつらサボってるじゃん。言ってるだけじゃんっていうのが明確になるんですよ。なので、10議席を超えたっていうのは、むしろ僕は日本にとって良いなっていう。で、なぜ日本にとって良いかになると、参政党が伸びたおかげで、右と左が仲良くなったんですよ。実現不動なおかしなことを言い出してる政党っていうのが、NHK をぶっ壊せみたいな人たちとか、減税消費税ゼロって言ってる政党とか、参政党みたいな無農薬でも農作物作れるんだみたいな、責任を持たない政党が増えるのは良くないよねっていうのを薄々感じてたところ、大躍進っていうので、立憲民主党も自民党も国民民主党も維新も、さすがにこれは参政党が伸びるよりもちゃんと手をつないで日本をきちんと運営しなきゃいけないよねっていう右と左が手をつなぐという状況になりつつあるというのが僕にとってはすごい良かったと思ってるんですよ。
日本という国は今ずっと右肩下がりで衰弱している状態で、日本国内で争ってる場合じゃないんですよ。何らかしらで経済的に上がらなきゃいけないし、いろいろな社会保険料の問題とか、子供が生まれないよねとか、いろんな問題があって、これを右左の政治的な争いじゃなくて、日本を良くするためにはどうしたらいいんだろうっていうのを、ちゃんと現実的に足をついている人たちが手をつないで話し合って正解を作らなきゃいけないんですよ。でも、自民党と公明党が過半数を持ってたら、野党の話を聞く必要がなかったんですよ。与党だけで法案作れるから。でも今は、野党の話も聞かなきゃいけないんですよ。で、自民党だけじゃダメだから、この法案に関しては立憲民主党と手を組むし、この法案に関しては維新と手を組むし、この法案だったら国民民主党と手を組むしっていう形で、野党と与党がちゃんと手をつないで実現可能な形で、こうやったら日本を良くするよねっていうのをやらざるを得ない状況になったっていうので、結果として野田さんって立憲民主党トップですけど、あの人はもともと政権持ってたし、それなりに現実的な判断をする人じゃないですか。っていうところで、右と左がすごい手を組んで日本を良くするという方向で考えると、すごくいい選挙の結果だな、音喜多さんが押したところ以外は、というふうに思ってます。はい。ただ、それの良い結果になるかどうかっていうのは、また時間がかかるとは思いますけども、はい。少子化と呼ばれ続けてますが、政府のやり方に本気を感じません。少子化の方が国にとって都合がいいことってありますか？少子化にとって国に都合がいいわけではなく、少子化対策にお金を使わない方が都合がいい政治家が多いという話です。少子化になってほしいではなく、少子化対策にお金を使わないという選択をしているってことです。高齢者にお金を使った方が有権者の票が集まるよね。なので高齢者優遇という話だと思うんですけど、例えばじゃあ今の日本で起きていることだとすると、100人の村っていうのがあったとして、労働者の人が20代とか40代の人が働いてますっていう時に、じゃあ80代のおじいさんが、手術をするので1億円くださいっていうのになって、みんなで一生懸命お金を集めて、1億円を作りました。80代のおじいさんは1億円の医療費のおかげで助かりました。で、次に90歳のおじいさんが、あのおじいさん80歳で1億円もらえたんだから、僕も手術したいです。1億円くださいって言って、20代、30代、40代の人が一生懸命お金を集めて、90歳の人の手術代にしました。日本って僕、これが続いてると思ってるんですよ。今までの高齢者が、90代だろうと手術の費用もらえるし、皮膚がんになりました。皮膚がんだよね。ニボルマブっていう薬があって、年間に3000万円から5000万円ぐらいかかるんですけど、で、これが保険で適用されると。それがじゃあ90歳の人とかでも保険適用されるんですよ。90歳の人のがん治療で毎年3000万、5000万払うんだけど、それは労働者が払うよね。で、これは90歳の人にしてみたら、だって俺らより前の人も手術代タダだったんだから、俺もタダになるの当然でしょ？90歳の家族も別のおじいちゃんはあれタダだったんだから、うちのおじいちゃんもタダの当然でしょっていう形で、ずっとタダなのが当たり前というのを作っていて、20代、30代、40代、50代の人たちというのは、ずっと働いて社会保険料としてお金を払い続けるっていうのが構造としてずっと出来上がってるんですよ。ってなると、20代、30代はお金を払い続けなきゃいけないので、家庭を作って子供を作るお金はもう持ってないんですよ。だって毎月20代でじゃあ年収300万円ですって言うと、だいたい 30% だから90万円ぐらいは社会保険料として取られて、高齢者のいろんな費用に使われるわけですよ。社会保険料的な。ってなると、やっぱ自分たちで家族を作って子供を育てるってできないよね。でもしょうがないよね。だって今までの人たちも高齢者がそこまでお金使ったんだから、僕らの80代の人が90代の人が使ってたんだから、80代の俺が10年経って90代になったら、それはだって全部タダになるの当然でしょ？タダ同然なのが当然でしょっていうふうに考えるっていうのはずっと続いているので、この構造は変わらないんじゃないかなと思っていて、政府が少子化がいいと思ってやってるわけではなくて、高齢者の医療費を払い続けるのが当然という文化を作ってしまったというところなんじゃないかなと思います。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。